はい、皆さんおはようございます。おはようございます。仕事が始まるまでちょっと時間があったので、朝の部でこのねコロッセオを見ることにしました。はい。はい、ちょっとね早足で急ぎ足になっちゃうんで、早足って言っちゃった、急ぎ足になっちゃうんですけど、コロッセオ一緒に見ていきましょう。事前に予約してここから入ります。結構行列になってますね。何人くらい入れるようになってるんだろうね。今は何年かな。なんか絶対規定があるよね。では行きましょう。はい、では入ってきました。おー、入りましょう。どういうルートだろう。多分こう行くんじゃない？そうだよね。行きましょう。泣いてる赤ちゃん。すごいね。すごい泣いてる。登ろうか。すごいよあれ。上に上がってくるとこんな感じで、ちょっとインフォメーションがね書かれてるコーナーがあって、いろいろこのコロッセオの説明があります。お、開けたところに来ました。かー、すごいね。いやー、うおー、マイガッド。もうほんと人がいないです、ね、こんなねコロッセオ多分こういう時でないと見れないと思います。ちょっと不謹慎ですけど、本当に人っ子一人いません。あららららら。はい、じゃあこれから出ましょうか。はい。撮影者くん、お手伝いのあれさん、アシスタント。時給が低いよ。さあ出ましょう。おー、でもすごいよ。ここもこの窓ガラスから見える感じもなかなかに絶景です。すごいよ。では降りましょう。待って、どっち？こっちだよ。あ、どっちでもいいよ。一方通行だ。大阪人は決まってるよね。大阪と東京で違うみたいな。はい。車がないときは両方行けるけど。出ましょう。そっちか。左。はあ、よかったね。すごくよかった。あれ？ここはここか。入る？入る。入る。入る入る。あ、違うか。まだあるんじゃないかな。出口じゃないね。おお。違うね、出口じゃない。これはさっき見た上の階から1個降りたところですね。すごいね。いやー、はい、出てきました。楽しかったね、あれちゃん。ジョイン。では次はフォルインペリアリに行こう。はい、日本語でう。わかんない。フォルインペリアリって。フォロロマーノでしょ。フォロロマーノでもいいよ。はい。はい。では行きましょう。
ちなみにコロッセオの外観はこんな感じで、なんか個人的にずっと工事してるイメージがあります。で、続いて向かうフォロロマーノは歩いて 2,3 分で到着するので、とっても近い場所にあります。入ります。はい、お願いします。はい、あれが撮影してくれてます。入ってください。おー、鳥のさえずりが心地よい。ここからは超スピーディーモードで観光地を見ていきましょう。というのもここ東西が約300メートル、南北が約100メートルの広さで、加えてパラティーノの丘という見どころがお隣にあり、普通に見ても2時間以上かかるライス大河デポルトの地元の定食屋さんのような懐の広さ。編集者中瀬のこの鬼畜観光地をなんとか10分以内でまとめたく勝手ながら超スピーディーモードを採用いたしました。そうこう言っているうちに最初の見どころのナクセンティヌス邸のマジリカってもう本当に言いづらいに来ました。もうここは本当に広い、そしてでかい、そして気候に走るくらい巨大。はい、ここからはアチオの無意味なナレーションはさておいて、古代ローマの歴史が大好きな僕が紹介します。現在、外壁はむき出しのレンガですが、破壊される前は立派な大理石などで覆われていたそうです。ローマ時代のバジリカの構造はローマ建築の最も優れた一つで、その後中世やルネサンス期に教会を建てる時にはよく真似されました。ちなみにローマ帝国崩壊後の文明の停滞により、中世初期の建物はローマ時代のバジリカに比べて驚くほど嘘でした。先ほどご覧いただいたコロッセオでも言ったんですが、本当に人がいません。この時はちょうどロックダウンが緩和されていた時期だったんですけれども、まだまだ観光客は帰ってきていませんでした。私が5年前に来た時は本当に観光客だらけで、写真を撮っても被写体にしてないはずなのに勝手にいろんな人が写真に写り込んでることが多々あったんですけれども、ご覧の通りほとんどこの動画では人が写っていないと思います。さっきねちらっと写ったんですが、なんて余計なことを話しているうちに景色のいいところに来ました。こちらがね、フォロロマーノのお隣にあるパラティーノの丘です。動画の最後ではここから景色をお見せしようと考えています。ここからもう少しテクテク歩きまして、次の見どころに行きましょう。本来であれば全てをね、紹介すべきなんですが、時間の関係上、割愛させていただきます。ということで次の見どころ、来ました。ここは2世紀のアントニヌス・ピウスとファウスティーナ神殿です。キリスト教の出現により帝国崩壊後も形としては確かに保存され、カトリックの教会になりましたが、ローマ帝国が崩壊したのは同じキリスト教のせいでもあるので、個人的にはすごくモヤモヤします。あそこはカエサルが建設した元老院議事堂です。ここからは来た道を引き返してパラティーノの丘に向かっていきます。本当にここを歩いている時に、ローマ帝国時代はここが栄えた場所で、いろんな人がねここに来て交流してたと思うと感慨深いですよね。だって誰かここに来て買い物をしたり人目を盗んでタッションしてたりしたのかと思うと、時間は経てど人の営みは変わらないんだなぁと、ちょっと物思いにふけったりもしました。アレさんがトイレから戻ってきたのでパラティーノの丘へ向かいましょう。丘へは緩やかな坂道と階段があったのですが、階段の上り下りの運動強度は 3.5 メッツで、軽いウェイトトレーニングと同じくらいの運動強度があるので、どうせ体を動かさなきゃいけないんだったら得したいよねということで階段で行くことにしました。ここからは枢機卿アレッサンドロ・ファルネーゼの邸宅と庭園のあるエリアに入っていきますと、その前にちょっとした水たまりがあったので動画撮影。なんと金魚がいました。前々から思ってたんですが、こういう観光地にいる金魚のお世話一体誰がしてるんでしょうね。私もそういうバイトしたいな。ここは先ほどから名前の上がっている枢機卿アレッサンドロ・ファルネーゼが1550年にこの地を買収して作ったもので、ヨーロッパの最初の市営植物園だそうです。
話は飛びますが、先ほどから出てる枢機卿ってアニメや映画なんかでよく聞きますが、実際にどんなことをしているのかいまいちわからなかったりしませんか？調べてみると、教皇の最高顧問としての業務の他に、教会全体に関わる日常的な職務についても教皇を助けたりしているそうです。また、教皇選挙権は枢機卿だけが持っているようで、これは初耳でした。というか、教皇って言いづらいですね。教皇。先ほどの庭園を含めこのエリア全体がパラティの丘です。地球の歩き方2017年から18年版の P69 ページの説明をそのまま読み上げると、ここは古代ローマ共和世紀の高級住宅地があり、帝政期の皇帝たちが宮殿を建設した地である。いわゆる東京でいう代官山や城が出ない神戸の芦屋といったところでしょうか。ここからは来た道を全力で戻り、写真を撮るのが下手でも容姿端麗。過去ここでの定義は金髪ボインや未接近やさ男でなくても超絶インスタ映えして誰もがいいねをガッポガッポ稼げるビュースポットに行きましょう。これで皆さんもインスタグラマー、私かわいいわ。